ピースパイスインクです。今回はバスマティライスのゆとり法っていう炊き方をやっていこうと思います。虫対策に唐辛子入れてます。これをまず浸水させていきます。ザルとボウルを持ってきて、今回はもう全部いっちゃいます。ではこれを日本のお米みたいに軽く洗って、浸水させます。お米を軽く洗って浸水させました。洗うときはあんまり強く洗いすぎるとお米が割れちゃうので、丁寧に優しく行ってください。で、浸水させる理由は、しっかりと浸水させてあげることで、お米の芯まで水分が入って火を入れるときにお米にムラがなく火が入ってくれるので、美味しく炊き上がります。お米をしっかりと浸水させないと芯まで火が入らなくてムラのある炊き上がりになってしまいます。で、浸水させる時間なんですけれども、季節にもよりますが、今お米は透明がかってるんですけれども、これが白っぽくなるまでやっていきます。ではこのまま1時間ほどしっかりと浸水させます。で、しっかり白くなってきたので水気を切ります。で、水気を切ったこの状態でしばらく放置してしっかりと水分を落としていきます。で、この間に、お米を茹でるお湯を用意していきます。で、お湯を用意していくんですけれども、お米に軽い下味と香りをつけるために、お水に対して 1% の塩、今回だと、1リットル用意しているので 10g の塩、それと油を一たらしで、ホールスパイスも入れていきます。今回使うのは、ベイリーフ、スターアニス、シナモンと唐辛子です。これはお好きなもので大丈夫です。カルダモンなんかも入れても美味しいと思います。ではお湯に入れます。このまましっかりと沸くまで待ちます。で、お湯の量なんですけれども、多い方がいいです。なぜかというと、この沸いてきたらお米を加えるんですけれども、その時に、入れてお湯の温度が下がるんですね。それをまた再沸騰させるのに水の量が少ないとかなり時間がかかってしまうので、できるだけ多くたっぷり用意した方が再沸騰が早いです。でも家庭でバスマティライスを炊くためだけにいっぱいのお湯を用意するのは大変だと思うので、だいたいバスマティライスの5倍ぐらいのお湯の量を用意できたらいいかなと思います。では沸いてきたので、バスマティライスを加えます。この時火加減も再沸騰しやすいようにしっかりと強火でやってあげるといいです。では加えます。で、軽くかき混ぜてあげて、ここから7分から9分ぐらい茹でていきます。茹で時間は気温や、浸水の度合いにもよるので、8分経ったぐらいに、味見をします。食べてみて芯のある状態だったら30秒増してまた確認して、それで芯が消えてしっかりと茹でられたなっていうところでざるにあげます。いい感じです。なので、ここでざるにあげます。
でスパイスごとざるに切ったら、この中のお湯はいらないので捨てます。それでここから蒸らしていきます。でこのまま10分ほど置いておきます。この蒸らしている間に余熱でお米にさらに火が入って、水分もお米の内側にどんどん入っていって、ふわっとパラッとしてきます。では10分経ったので開けていきます。で軽く混ぜて使っていきます。面白いぐらいお米が反り返ってます。すごいふわふわです。すっごいスパイスとバスマティライスのいい香りがめちゃくちゃします。ではカレーを乗せて食べていきます。いただきます。すごいパラパラでいい感じ。美味しい。いい香り。このバスマティライス特有のいい香りがめちゃくちゃたまらないです。よかったら参考にして作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。